こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は食玩の、モビリティジョイント、キュベレイを作っていこうと思います。かなり短い時間で完成まで持っていけるので、最近は食玩ばかり作っていますねこれ。なんか、楽しいのかな？ということで、今回作っていくキュベレイをチェックしていきましょう。はい。こちらが今回作っていく、モビリティジョイント、キュベレイになります。箱の中身はランナーが6枚。切り離し済みのパーツが5個。シールが1枚。そして食玩のメインであるガムが1つ入っていました。食玩は一部が組み立てられていたり、初めから色を塗っているというところがいいですよね。はい。それではモビリティジョイント、キュベレイを組み立てていきたいと思います。キュベレイの組み立てには、タミヤの薄刃ニッパーを使用しました。組み立て時には、各パーツのジョイント部分にニッパーを使用して切れ込みを入れています。ジョイントに切れ込みを入れることで、後から組み立てたパーツを分解しやすくなるので、改造や塗装をする際にはやっておいた方がいい手間ですね。はい。こちらが組み立てが終了した、モビリティジョイント、キュベレイになります。これは、結構いい感じですね。程よい手のひらサイズと言いますか。大きすぎず小さすぎず。机の上などに飾るにはちょうどいいですね。さて、お手軽に作れることが売りの食玩ですが、今回はプラモデルを作る要領で、改造と塗装を行い、かっこいいキュベレイを作ってみようと思います。はい。それではキュベレイの改造を始めていきたいと思います。まずはキュベレイの各部にある穴を埋めてみたいと思います。穴を塞ぐために使用するのは、キュベレイを組み立てる際に出た端材のランナーです。このランナーをニッパーで切り、ランナーの番号が書かれているタグを切り取ります。このタグの厚みがキュベレイに開いている穴にちょうどフィットするんですよ。ランナータグを切り出せたら穴の大きさに合わせてカットして、開いている穴に差し込みます。差し込んだタグは、流し込み接着剤を使用して、パーツに接着します。接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して余分なランナータグを切り取ります。ランナータグだけでは完全に穴が埋まらないので、瞬間接着剤を使用して、微妙に空いている隙間を埋めます。瞬間接着剤が乾燥したら、鉄ヤスリと、紙ヤスリを使用して、パーツの表面をきれいに整えます。パーツの表面がきれいになったら、キュベレイにある穴を埋める作業は終了です。パーツの穴を埋めるとこのような感じになります。穴埋め作業はかなり地味ですが、やるのとやらないのでは見た目が全然違うので、面倒くさがらないでしっかり作業していきましょう。はい。続いてキュベレイの足裏にある肉抜き穴を処理していきたいと思います。まずは先ほどと同じように、端材のランナーを使用して足裏の 3mm 穴を塞ぎます。ランナーの接着には、クレオスの接着剤を使用しました。接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して余分なランナーを切り取ります。ニッパーを使用してランナーを切ることができたら、キュベレイの足の裏に、アルミホイルを詰めていきます。アルミホイルを詰めることができたら、エポキシパテを、足裏の肉抜き穴に詰めていきます。このパテを詰める作業ですが、パテを穴に軽くかぶせるように持ってしまうと、パテを削る作業時に剥がれてしまうので、しっかりパテを押し込み、安心して作業できる状況にしておきましょう。足の裏に詰めたパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、パテを大まかに切り取っていきます。この段階でパテを切り取っておかないと、この後に行う削りの作業が大変になるので、必ずパテを切り取っておきましょう。デザインナイフでパテを切り取ることができたら、ビューターを使用して一気にパテを削っていきます。ビューターを使用してパテを削ることができたら、紙ヤスリを使用して、ビューターを使って荒れたパテの表面を、綺麗になるように整えていきます。パテの表面が綺麗になったら、キュベレイの足裏にある肉抜き穴の処理は終了です。はい。続いてキュベレイの各部にある、合わせ目を消していきたいと思います。合わせ目消しに使用するのは、クレオスの流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目部分に流し込み、
接着剤がプラスチックを溶かすのを40秒程度待ちます。接着剤を流し込み、時間を置いたら、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目部分から、溶けたプラスチックがむにっとはみ出てきたら、合わせ目消しは成功です。この後は接着剤がしっかり乾燥するまで、最低でも1日は置いておきましょう。接着剤が乾燥したら、彫刻刀を使用して、合わせ目部分からはみ出たプラスチックを大まかに削っていきます。彫刻刀で大まかにプラスチックを取り除くことができたら、デザインナイフを使用して、パーツにカンナ掛けを行い、さらに合わせ目部分のプラスチックを取り除いていきます。合わせ目のプラスチックをある程度取り除くことができたら、彫刻刀を使用してキュベレイの腕にあるモールドを、深く掘り直していきます。パーツにヤスリ掛けを行った後のこの作業をすると、モールドが薄くなってしまい、どこにモールドがあるのかわからなくなってしまいます。なので、この段階でモールドの掘り直しや復活作業をしておきましょう。モールドの掘り直しが終わったら、紙ヤスリを使用して、合わせ目消しやモールドの掘り直しで荒れたパーツの表面をきれいにしていきます。紙ヤスリを使用してパーツの表面をきれいにすることができたら、キュベレイに行うすべての改造を作業は完了になります。はい。こちらが改造作業が終了したキュベレイになります。そこまで大掛かりな改造をしていないので、見た目の変化はあまりないですが、よく見たら全体の安っぽさが少し消えたのではないでしょうか。さて、この段階で改造部分の作業漏れがないことを確認できたら、キュベレイにサーフェイサーを吹いていきます。はい。キュベレイにサーフェイサーを吹きました。この段階で改造箇所をチェックして、合わせ目消し部分に消えていない線はないか、塞いだ穴に隙間がないかなど、隅々まで確認していきましょう。今回は、手直しをするところはないっぽいです。多分。ということでキュベレイには特に手直しが必要な箇所がないので、このまま塗装作業に入っていきましょう。はい。それでは塗装を始めていきたいと思います。まずはパーツの裏側を黒く塗りつぶしていきます。パーツの裏を黒く塗ることで、奥行きや立体感を出すことができます。これによりクオリティが高くなるので、できる限りやっておきたい塗装ですね。あ。ちなみに、パーツの裏側に塗装した色は、タミヤのナトーブラックです。続いて白色の塗装を行います。この塗裝に使用した塗料は、シタデルカラーベース、コラックスホワイトです。キュベレイに使用するには白の色が暗いですが、この塗料以上に性能がいい水性塗料の白を知らないので、現時点ではこの塗料を使って塗装を行っています。続いて青色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのガンダムブルー。この色は青色の明度が高く、ちょうど使ったばかりで手元にあったので、キュベレイにもガンダムブルーを塗装してみました。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレット。この肩パーツの裏側は黒で塗装してもよかったのですが、今回は MG キュベレイを参考にして、肩パーツの裏側を塗り分けてみました。続いて暗い灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレイ。この塗料は関節や、肩パーツの裏側の塗り分けに使用しました。続いて紫色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのパープルです。この色は胴体部分などの広い面積に使用しますが、足などの細かい部分にも使うので、塗り忘れに注意が必要ですね。続いて桃色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのピンクです。キュベレイに塗装するピンクは、色味を変えたりなどの無駄な冒険はしないで、シンプルなピンクを選択して塗装してみました。はい。キュベレイに行う基本塗装が終了しました。この段階でパーツからはみ出た塗料の修正をして、全体が綺麗になったら、光沢のトップコートをキュベレイに吹き、墨入れ作業に備えましょう。キュベレイにトップコートを吹き、乾燥させたので、
墨入れを行っていきたいと思います。墨入れ塗装に使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラックです。今回は墨入れをするための塗料を朝食しないで既製品を使いましたが、これはちょっと失敗だったかもしれません。真っ黒は少しくどかったかな？墨入れを行い、塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出た塗料を拭き取っていきます。トップコートを拭いていますが、強く擦ると塗装した塗料が剥がれてしまうので、なるべく優しくパーツを擦り、余分な塗料を落としていきましょう。墨入れ塗料をきれいに落とすことができたら、キュベレイに行う塗装作業は終了になります。はい。キュベレイの塗装が終了したので、最後に仕上げのシールを貼っていきます。キュベレイの目のシールは分割されていて、ガンダムタイプのシールよりは若干貼りやすいかな？さて、目のシールを貼ることができたら、キュベレイに行うすべての作業は終了になります。それでは完成したキュベレイをご覧ください。はい。こちらが完成した、モビリティジョイント、キュベレイになります。これは、かっこいいじゃない。墨入れの黒色が結構くどいかな？と、思っていましたが、組み立てて全体を見てみると、少し黒がうるさいかな？といった程度に抑えられていると思います。それにしても、このキュベレイは最近のスパロボ体型でかっこいいですね。ちょっと気に入ってしまいました。さて、それでは今回のキュベレイ作成作業で失敗した部分についてお話ししていきたいと思います。まずは足裏にある肉抜き穴。この穴を埋めたことでキュベレイのバランスが悪くなり、支えなしではキュベレイが立たなくなってしまいました。後ろ側に重心があるのか、すぐに倒れてしまうんですよね。パテと一緒に鉛でも入れておけばよかったです。続いての失敗は墨入れの色。これについては先ほどから触れていますが、色が濃すぎてくどいです。墨入れの色は少し明るく、ジャーマングレーなどの灰色が良かった気がします。これらが今回の作業で失敗した部分になります。それでは最後に、モビリティジョイント、キュベレイ作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作った際には動画にして投稿していきますので、その時は改めてご視聴いただけると幸いです。では、さよなら。はい。ここからはおまけの作業になります。おまけでは、キュベレイの重心が狂って立たなくなった問題を解決していこうと思います。この問題を解決するために使用するのは、かまぼこの板。この板にキュベレイを固定して、アクションベースを使わなくても飾れるようにしていきます。まずは定規を使って、板の長さを測り、板の中心部分にシャープペンを使って印をつけます。今線を引いていますが、これは別にやらなくてもよかったですね。中心を出すことができたら、毛書き針で、つけた印部分に傷をつけます。毛書き針で傷をつけることができたら、つけた傷を目印に、ピンバイスを使用して、板に穴を開けていきます。あ、そうそう。私が今使っているピンバイスはホビー用なので、プラスチック以外に使用する際は壊れる可能性があります。本来の用途以外で使用する場合は自己責任でお願いします。板に穴を開けることができたら、3ミリのランナーが板に刺さるか確認します。ランナーが板に刺さることが確認できたら、紙ヤスリを使用して、板の表面をヤスリがけしていきます。今回は板の表面がザラザラしなくなるまでヤスリがけを行いました。ヤスリがけが終了したら、板にニスを塗っていきます。今回使用したニスは、100円均一で購入したものになります。私が持っているニスは白色と茶色があるのですが、今回は茶色のニスを選んで塗装してみました。白色はキュベレイと被って、なんか微妙かなぁ、と、思っているのですがどうなんでしょうか？さて、ニスの塗装ですが、自分好みの茶色の濃さになるまで、何度かニスを塗り重ねていきましょう。
今回は5回くらいニスを重ね塗りしてみました。塗装したニスが乾燥したら、キュベレイにぴったり合う長さにカットしたランナーを板に差し込みます。ランナーを板に差し込むことができたら、板にキュベレイを取り付けます。これで重心が後ろに寄っていても、倒れることなく、しっかり飾ることができますね。これで飾り台は完成なのですが、最後にちょっとしたシールを貼ってみたいと思います。MG キュベレイについていたシールを隅の方に貼ってみようと思います。これは、ちょっとダサいっすね。はい。キュベレイを飾る台が完成しました。急ごしらえすぎてキュベレイを支えるランナーの色が適当になってしまっていますが、ささっと作ったにしてはいいものができたのではないでしょうか。それでは、おまけの土台作成はこれで終了になります。改造のニスから発生した作業ですが、どことなくキュベレイが高級品に見えていい感じですね。まあ、実際は半額だったんですけど。ということで、今回の動画はこれで終わりになります。ではまた次回。さよなら。Are you listening?